スペイン王国。かつてその国家は太陽の沈まぬ帝国として世界の半分を支配する栄光の座に君臨していた。しかし時代の変遷とともにその権威は失墜し、国民に残されたのは輝かしい過去への執着と失われた力への深い喪失感であった。ベルトクリークでは中立を保つが、国内の政治的停滞は限界に達しており、31年ついに王政が打倒され共和制が成立する。だが覇権国ドイツの介入により新体制はわずか1年で瓦解。この出来事はスペインの政治的対立の過激化を招くことになる。1936年、スペイン社会は修復不能なまでに引き裂かれている。絶対王政への回帰を叫ぶカルリスタ、国家解体を企むアナーキスト、統治者の正当性が揺らぎ、外部の圧力が火に油を注ぐ中、かつての帝国は内戦という名の焦土へ向かおうとしている。じゃん。オラートドス、ムイブエナス。どうも、カタルーニャキリタンです。カスティーリャウナだよ。今回は、内戦といえばスペイン。スペインといえば内戦でおなじみの、スペイン王国で内戦回避プレイをしていきます。そんなこと可能なのか？ええ、できますよ。このカイザーリダックスの世界ならね。というのも、今回プレイするスペインは、最近アップデートされ、とんでもサイズの国家方針ツリーと、膨大なイベントが追加されたんです。でっか、画面内に全然収まらないね。分岐も多いので、どれを取得するのか悩みますよ。じゃあまずは、現状確認から行くか。現在の国王は、アルフォンソ13世、生まれた頃からの国王で、31年に一度退位するも、再び即位した異色の経歴の持ち主です。統治が権威的だったり、植民地の拡大に失敗しちゃったから、国民からの評価は低いみたい。まあ当然である。それじゃあ次は国民精神を見ていきましょう。早速自国みたいな補正が見えるんですけど、スペイン社会は32年の王政復古以降、過激派勢力が拡大しており、その影響で安定度が終わり散らかしています。そして次もデバフ。この国デバフしかないじゃん。31年に一度成功した共和主義運動は、国民の心に残り続けており、スペイン全体で反王政の波が広がっています。さっきのデバフと合わせて、安定度がすごい勢いで減少するよ。あとは農業危機デバフと、冷戦戦争のトラウマデバフと、各地方の独立運動デバフがあります。ということは、国民精神5つ全部デバフです。誠にありがとうございました。なんだ、この国家。気を取り直して、時間を進めていきましょうか。ビバ、エスパーニャ。カイザーリダックスでは、ゲーム開始時に、その国家の状況をイベント形式で見ることができます。これ助かるよね。ここには、冒頭でアスミが紹介した通り、30年代の共和革命と、反革命クーデターについて書かれています。史実と違って、この世界ではクーデターが成功しているよ。かくして復活したスペイン王国ですが、そんな王政に対抗する脅威が2つあります。1つは、34年に反乱を起こすも鎮圧されたアナーキスト。鎮圧されたと言っても、依然として力を持っているよ。王政に対する現実的な脅威だね。一応、国外に亡命した共和派もいますが、彼らはそんなに脅威ではないでしょう。2つ目の脅威は、こちらのカルリスタ。彼らは現在の国王ではなく、他の人を王位につけようとする伝統主義者です。こっちは逆に、右派の集団なんだね。2つの脅威に対処できなければ、脆弱な王国はあっさり瓦解してしまうでしょう。まあ、幸い経済状況はドイツのおかげで悪くない。まずは政治に力を入れるべきですね。目指せ安定化です。今週、突然だけど、ドイツからのお知らせが入ったよ。びっくりした。アスミですか？たまには私も出ていいじゃん。まあまあ、それでお知らせって？そうそう。どうやら頼りにしてたドイツで経済恐慌が発生したみたいだよ。へえ、そうなんですね。後で対処しておくので、関連情報を教えてください。え、それマジですか？シュウめっちゃしれっと言うじゃん。いや、これ本当にやばいですよ。国内の分裂が深刻化している状況でのブラックマンデー。まあ間違いなく、反体制派は勢力を広げるだろうね。とりあえず、国家方針が解禁されたから、これを進めていこう。そうですね。なんとしても、スペインの分裂だけは避けなくては。どうやら、イベントで政府側につくか、反体制側につくか選べるみたい。現在の政権、人民行動に希望を託し、内戦を回避しましょう。ちなみに、下の選択肢を選ぶと、確定で内戦が起きるみたいだね。さすがに、今回の主目標は内戦回避なので、選びませんけどね。さて、現在のスペイン政府は脆弱。単独で、この不安定な国家を立て直すことは困難です。どうするんだ？海外からの支援も期待できなさそうだし、もはや頼れるのは、国内の反体制派、すなわち、穏健派の左派勢力や、右派のナショナリストと手を組むほかないでしょう。マジか。直接接触できるんだ。まあ、さすがに国内を荒らしまくっている左派と協力するわけにはいかないので、今回は右派と協力していきます。人民行動党はどちらかというと右派政党だから相性が良さそうだね。これで、新たな国家方針が解禁。左が政治、右が経済ツリーになっているみたい。それと、何やら見慣れないものもありますね。これはバランスオブパワーだね。放置してると、アナーキストの勢力が爆伸び、即スペイン内戦に突入するよ。それを防ぐために、政治力を払って政府を強化するわけですね。このディシジョンを回せば、基本的に手遅れになることはないよ。
それでは、まずは経済ツリーを進めていきますか。強行からの脱却は最優先だね。並行して仲間も増やしていきましょう。よくこんなに仲間が見つかるな。急進共和党は人民行動とかなり仲が悪いので、よく引き込めたなって感じです。しかし、まだまだ強行は止まりません。幸い、植民地は有効に活用できているみたいですが、スペイン経済を支えていた観光業が壊滅状態です。どんどん資金が枯渇していく。こういう時は、教会から資金をいただきましょう。ナショナリスト連合の原則はカトリック主義。教会の支持を得ることで、大きく勢力を伸ばせるかもだね。さらに、実業家からも資金をいただきましょう。強硬な影響を軽減できるレベルの金持ちってすげえ。これで資金が集まったので、銀行の救済を行いましょう。教会と資本家から集めた資金で銀行を救うわけだ。それだけではありません。英仏が革命により影響力をなくし、ドイツ資本が信用を失った今、我々は新たな経済圏として台頭することができるかもしれません。スペイン中心の経済圏か。ロマンがあるね。銀行を積極的に支援し、世界に進出する足がかりを作りましょう。国家方針で、直接、南米諸国と関係強化もできるみたいだね。同じスペイン語圏で団結するのが手っ取り早いですからね。早速南米旅行じゃなくて外遊に行ってくるよ。まだ試験飛行中のヘリ使わないで。大丈夫。スペインのヘリ技術は世界一だから。一瞬で出てきて、一瞬で飛んでいった。帰ってきたよ。早っ。もう交渉終わったんですか？なかなかいい交渉ができた。コスタリカ、コロンビア、ウルグアイには拒否られちゃったけど、他のラテンアメリカ諸国と協定を結ぶことができたよ。これはかなりでかい。このまま関係を深めて、最終的に同盟国に引き込みたいですね。早速、南米の人たちに旅行に来てもらおう。これで減った分の観光客を取り戻し、利益を伸ばすわけですね。そして、これにより、ついにスペイン経済は回復。状況は依然不安定ではありますが、我々は国家崩壊の危機を乗り越えたと言えるでしょう。残るは政治的問題だけだね。1936年12月、スペインは早くもブラックマンデーから脱却。中道ナショナリスト連合の支持率もうなぎ登りだね。現在の我々の支持率は 50% を超え、政治力にも余裕があるので、過激派の逮捕や弾圧も並行して進んでいます。今こそ、連合として団結し、過激派にとどめを刺そう。各地に、治安維持のための憲兵を派遣し、速やかに鎮圧させます。そしてついに、反乱軍を直接制圧する時が来たよ。過激派を完全に鎮圧するため、我々は行動しましょう。ここまで順調に進めると、新たなディシジョンが階級。武器と人的資源を使って、各地の過激派を鎮圧しましょう。ちなみに、今まで協力していたカルリスタの拠点にも部隊を向かわせてます。人の心とかないんか。よし、我々の作戦は成功し、ついに過激派は鎮圧されました。アナキストはインターナショナルに、過激派カルリスタは協商各国に亡命したみたいだね。道のりは険しかったですが、とりあえず、スペインは内戦を回避できました。新しい国家方針が解禁されたね。国家存続の危機を脱した今、連合を組んでいたカルリスタ、ナショナリストに対処していくみたいです。さっき鎮圧してたじゃん。確かに。国家方針を取得すると、イベントが発生？どうやら、連立相手だったナショナリストが不信任案を提出したみたいです。この案が可決されるか否かで、スペインの将来が決まるってこと？ええ。否決の場合、カルリスタに国ごと乗っ取られますよ。まさかのワンクリックで国タグ変更？カルリスタも、追加要素が一応あるにはあるんですが、今回は、もちろん王国で遊びます。さすがに乗っ取りプレイはなかったか。というか、ここからが本編なんですけどね皆さん。その理屈だと、導入だけで8分半かかってるけど大丈夫か。こうして、なんとか生き延びたスペイン王国ですが、どうやらアルフォンソ13世は退位するみたいです。国民からの人気が低すぎて、このままだとまた革命が起きるみたい。新国王の候補は、なんと2人。フアン皇太子とハイメ皇太子だね。アルフォンソ13世は健康上の理由で、フアンをしているみたいです。なら、ここはフアン皇太子を体感しよう。これで、国王がフアン3世になり、新たな分岐 NF が解禁されます。この国マジで分岐多いな。選択肢は2つ。過激派を完全に排除するか、和解するかという感じ。ここで過激派許すやついる？まあ排除一択ですね。少々乱暴な手段を使うので、数ヶ月の間行動が制限されますが。それじゃあ過激派に対処している間に、産業ツリーを進めてみようよ。ようやく他のツリーが解禁されましたね。もう忘れている方も多いかと思いますが、スペインは絶賛農業危機の最中。このツリーを進めることで農地改革を実行できます。他にも公共ツリーと研究ツリーもあって、どちらもかなり強力。他の NF ツリーもあるので、どう進めるかかなり悩ましいですね。とりあえず、研究ツリーの1枚目を取得。陸海空をまんべんなく進める場合、研究枠追加はマストです。あとは工場の追加 NF。軍需工場が4コマもらえるのか。スペインは、序盤の建設力が弱いので、かなりありがたいですね。大体この辺の国家方針を進めていると、過激派残党の鎮圧が終わるので、ようやく、スペインの政治の地盤を整えることができるようになります。国内の分裂は、ついに終焉したってことだね。人民行動に協力していた勢力が、自分たちの住処に戻り、この後行われる憲法会議で、立憲君主制が制定され、その後に、民主的な選挙も実施されるでしょう。しかし、
この世界はカイザーリダックス。もちろん民主化しない路線もあるわけで。流れ変わったな。こちらのイベントで絶対王政を選択すると、現在の権威体制のまま、スペインを導くことができます。今まで協力してくれた恩恵派の人、黙ってないでしょ。まあ、憲法会議で票数が足りなかっただけなので残党。彼らの思う、民主主義で決まったことなんですから仕方ないです。思想強くない？おやおや、絶対君主制の道を選んだようですね。そんな反動主義者には分離主義者の反乱をプレゼント。何これは？反動ルートに進んだ代償だね。とりあえず、分離勢力は3つ。ガリシアとバスク、カタルーニャですかね。スペインの少数民族だね。現代でも問題になってるやつ。ちなみに、これらの勢力にも固有ツリーがあるみたいですね。ですが、今回は軍隊を派遣して鎮圧します。結局、どう回避しても内戦に進んじゃうスペインさん。早速、分離した3勢力に宣戦布告。一気に倒すんだ。志願数が足りるか心配。そこに関しては大丈夫ですよ。スペイン革新党の過激派の民兵が仲間ですからね。鎮圧される側からしたら悪夢だなこれ。それに数は少ないですが、普通に志願編成が強いので勝てます。将軍も普通に優秀だよね。まずはバルセロナを占領し、一番でかいカタルーニャを鎮圧。次にガリシア。最後にちょっと強かったバスクを鎮圧し、スペインの民族問題を史上最悪の手段で解決しました。これ解決したって言えるのか？さて、ようやく国内が安定してきたとこで、外交 NF が解禁。お待たせしました。私の出番です。外交方針は主に3つあって、一番左がフランスと同訓連合を組むためのツリー、一番右は欧州の大国と交渉するツリー、最後に真ん中がスペイン独自の勢力圏を形成するものになっているよ。お、結構できることが多くて面白そう。ただ、左のツリーはハイメ皇太子じゃないと進められないから注意。なら今回は無理そうですね。それじゃあ、勢力圏作りから行ってみよう。まずは、冷戦戦争のトラウマの克服からですね。今こそ、再び海外に進出する時だよ。ただ、今の時代、中南米に直接植民地を築くのは困難。この状況をどう打開するのだね。アスミ。新たな陣営を作って、ラテンアメリカ諸国を招待するよ。過去の関係改善もこのためだったんだね。陣営名も一応選べるみたいですが、今回はイベロアメリカ連合で行きます。イベロアメリカはイベリア半島とラテンアメリカって意味で、ちゃんと新システムにも対応してて、独自アイコンがあるよ。それで、どうやって他国を招待するんだ？わかりましたよ。このディシジョンですね。正解。ディシジョンを押すと私がその国家に強制派遣されるよ。よし、アスミ外交官。早速ブラジルに出発だ。いいやつだったよ。アスミ、さすがに同調するぞ。勝手に殺さないでください。じゃなくて、ブラジルとの交渉が成功しました。お、強力な同盟国の誕生ですね。ナイスアスミ。この調子で、他の南米諸国もお願いしますね。ええ。アスミが交渉している間に、私たちは、本格的な植民地の獲得に乗り出しましょう。20年越しの北アフリカ進出だね。この国家方針を達成することで、モロッコに侵攻できるようになります。ですが、形式上モロッコはドイツの保護国。今攻めたら、ドイツと敵対しちゃうんじゃ。まさかこのくらいで、友好国のドイツと戦争になることはないでしょ。ディシジョンの効果で、早速宣戦布告です。ああ、やっちまいましたな。と思ったけど、よく見たらモロッコが独立してる。ドイツは引き下がったみたいですね。よかったよかった。場合によっては、大惨事になってたんですけど、早速スペイン軍が国境を突破しましたよ。デバフさえなければ、やっぱり全然強いですね。砲兵入れた甲斐がありました。話そらすんだ。地形の悪いモロッコも、圧倒的火力の前では無力。わずか半月で、スペインは、モロッコを占領することに成功しました。占領地は中核州にはならないけど、独自の補正がつくみたいだね。これで、ようやくそこそこのサイズの植民地をゲットできました。あとは南米の勧誘ですが。今週、南米諸国の陣営勧誘が終わったよ。ちょうどいいタイミング。チリやアルゼンチン、ペルー、ボリビア、パラグアイ、エクアドルが同盟国になったよ。私の類まれなる外交能力のおかげだね。さすがです。アスミ外交官。これで、スペインの勢力圏は、まさしく大西洋を横断。1939年、我々はついに、世界の大国の地位を取り戻しました。ということで今日はここまで。次回はなるべくすぐ投稿する予定だから、チャンネル登録、高評価、ハイプなどもよろしくね。それではご視聴、ありがとうございました。バイバーイ。ズバッ